アートフラワーの本当の姿だっていうふうに言ってもらったことはありましたね。そこにある花を見ながら作るんでは、それはアートフラワーじゃない、それ模写しただけだと。アートフラワーの魅力たくさんあるんですけども、欲しいなと思った時に数時間で咲かすことができる。みゆきアートフラワーはあまり本物を意識して作るものではないので、好きな色を筆に取って塗るとかみたいな、それに近いかもしれないですね。とても変な子供でしたね。ほとんど友達がいなかったんですね。一人で花壇に水やったりとか花の手入れをしている方が楽しかったんですね。私は東山海さんの風景がとっても綺麗な、緑青のグリーンっていうのか絵だったんですけれど、その緑青の色に合ったようなユリを作らせてもらっていけたことがありました。器に合わせて花を作るとか引き立てるものを作るっていうの時は、みゆきスタジオの、先代からの教えである謙虚さっていうのを、自分が主役じゃなくって器の良さを殺さずに花ばっかりが目立たずに、見えた時っていうのはやっぱり嬉しいですね。アートフラワーの道具なんですけれども、染料なんですけれども、私たちの場合は絵の具と同じようなものを筆につけて花びらの形に切った布に塗って、色をつけていくんですね。一番特徴的なものがコテですね。電気ゴテ、いわゆるハンダゴテみたいなものなんですけれど、電気で熱を入れて、花びらの膨らみとか葉っぱの葉脈とか、そういうものを表現するための道具が何種類もあります。布の素材には、2種類糊の強いのと弱いのがあるんです。でそれぞれ、表情が違ってくるので、基本そういうふうに花びらと葉っぱ額で素材を変えるっていうようなことはします。本物に見せようとはしてはいないんです。一番はね、その花らしさですね。この花ってこういう風に咲いてるよねとか、一番嬉しいのは見た人が黙って匂いを嗅ごうとしてお花を近づけてくれた時とか。これから生徒さんとして来てみようかなって思う方へのメッセージとしては、アートフラワーっていうと確かに簡単ではないんです。で簡単じゃないからこそ面白いはずなので、今まで興味はあったけどちょっと二の足踏んでたっていうような方にぜひ来ていただきたいですね。